こんにちは、村雲です。今回の動画はスープラに関する検証の動画となっています。満足点の動画でも紹介した通り、私の乗っているスープラは3リッターターボの RZ にもかかわらず、燃費が 10.8 もあり、エンジンの排気量、スポーツカーであることを考えると、かなり燃費は良い方であると思われます。またツイッター上でもよく、スープラでリッター何キロ出ましたといったツイートをよく目にします。そこから、スポーツカーに乗っているとあまり気にすることではないですが、燃費にとって好条件を揃えると、スープラはどのくらいの燃費を叩き出してくれるのかが気になり、この動画内で検証してみました。それでは、ご覧ください。まず検証方法について説明します。燃費の測定方法は満タン法を採用しました。満タン法での燃費測定手順はご覧の通りです。まず、ガソリンを満タン状態にします。その後、自身の車のオドメータをリセットします。ガソリンが減るまで、運転。次に給油した際の給油量とそれまでに走った距離をメモし、その距離を給油量で割ることで燃費を算出することができます。この方法の注意点としては、信号などでストップし、アイドリング状態の場合、距離は進まず、燃料だけを消費している状態となりますので、この計算方法の場合、計算結果がかなり悪くなってしまいます。逆に、高速道路などを利用して、常に走り続ける状態を維持できていれば、燃費は良くなります。今回の動画では、燃費にとって好条件を揃えたいので、ほぼ全てを高速道路での走行で燃費の測定を実施してみました。走行ルートとしては、次の通りです。まず、刈谷ハイウェイオアシスで燃料の給油を行いました。ご覧いただいているのがその時の様子です。給油完了です。タンクが満タンになりましたので、この時のオドメータをリセットし、走行準備完了です。この動画は先日アップロードした伊勢志摩スカイラインのドライブ動画と同日に撮影したものとなっています。伊勢志摩スカイラインは出発地点に設定した刈谷ハイウェイオアシスから約150キロほどあり、伊勢湾岸自動車道をひたすら走り続け、燃費の測定を行いました。ドライブ動画内でも紹介している通り、伊勢志摩スカイラインは高速のインターから比較的近い位置にあるスカイラインであるため、今回の検証のようにギリギリまで高速道路を走り続ける検証に適していました。次に、燃費走行の詳細についてです。なるべく良い燃費を記録したいと考えていましたので、走らせ方にもこだわりました。スープラの取扱説明書には、どの車にも該当することですが、燃費よく走らせるための留意点が記載されています。そちらを紹介しつつ、今回の燃費測定をどのような走行条件で実施したかを紹介していきます。まず、不要な積載物を下ろす、です。スープラの馬力がいくら大きくても、荷物がたくさん積んであり、車両重量が重くなってしまうと走行するために必要となる馬力が大きくなり、結果として燃費が悪くなってしまいます。私は普段、洗車グッズをトランクに常備していますが、この撮影のため、自宅に置いてきました。また、助手席には誰も乗せずに撮影を敢行しています。まあ基本的に YouTube の撮影は一人で行っていますが、次に不必要な加速を行わない、高い回転数を避ける、慣性走行を利用する、などが挙げられます。アクセルの操作を雑に行ってしまうと、その分、無駄にエンジンの回転数が上がってしまい、走行距離としては進んでいないが、燃料の消費が大きいといった燃費の悪化につながってしまいます。そこで対策として、すでに説明した通り、常に高速道路を走行し、また、お気づきの方がおられるかもしれませんが、走行車線をレーダークルーズコントロールを利用し、90キロ一定での走行を徹底しました。
スープラには現代のスポーツカーらしく、レーダークルーズ機能がついているので、この機能を利用し、無駄なアクセル操作を極力減らしています。人力でこれをやるのは大変ですよね。次に、現在必要でない機能のスイッチをオフにするがあります。これが苦行でしたね。このポイントは端的に言うと、車を走らせる機能以外の余計な機能をオフにして消費電力を抑えましょうということです。そこでこの日はかなり暑かったんですが、エアコンオフでこの検証をやりきりました。車を走らせながら汗だくになってましたね。もちろん水分補給をガンガンしました。私のドライブ動画を見ていただいている方はご存知かもしれませんが、私はよく綾鷹を飲んでますね。市販のお茶の中ではベストバイだと思っています。今回の検証中に片道だけで 1.5 リッター近く飲んでましたね。窓を開ければよかったのではというご指摘があるかもですが、窓を開けると空気抵抗が増加し、燃費を悪化させますという記述があったので、それも許されなかったです。まとめると、今回の燃費走行の走行条件はご覧の通りになります。常に高速道路を走り、エアコンオフ、窓を閉めた状態で、レーダークルーズコントロールを活用し、時速90キロで走行する、となります。渋滞だけはどうしようもなかったので、それだけが懸念点でしたが、幸運なことに、撮影中に渋滞に巻き込まれることはありませんでした。それでは、目的地にたどり着くまで、しばらく早送りしようと思います。間をすっ飛ばしましたが、そろそろ走行距離が100キロに到達しそうでしたので、ガソリンを補充し、燃費計測を行いたいと思いましたが、トラブルが発生してしまいました。どう見ても、このパーキングエリアにガソリンスタンドなかったんですよね。しかも、このパーキングエリアが目的地の伊勢志摩スカイラインに到着するまでの最後のパーキングエリアでした。事前にどこで給油するかをチェックしておくべきでした。計画性があまりないことがバレてしまいましたね。なので、こちらはスルーし、結果として 100% 高速走行での燃費計測はできませんでしたが、高速を降りて、最寄りのガソリンスタンドを目指しました。高速下りました。最寄りのガソリンスタンド目指していきます。一般道での走行が混ざってしまいましたが、先ほどの燃費走行を意識し、アクセル操作を丁寧に扱って、燃費を悪くさせないように走行しています。ぶっちゃけ暑すぎたので、早く目的地に到着したかったですが、その欲求との戦いです。ようやくガソリンスタンドにたどり着きました。それでは給油していきます。給油完了しました。給油量は 7.75 リットルです。そして、ここまで走行してきた距離は 147.7 キロでした。結構走りましたね。それでは燃費を計算してみます。満タン法にのっとり、走行距離 147.7 キロを給油量 7.75 リットルで割ると、燃費は約19キロとなりました。惜しくも20キロには到達できませんでしたが、カタログ燃費の約 1.5 倍の記録を出すことができました。今回はエアコンを常にオフにしたり、普段使いではあまり実現できないような走らせ方をしましたが、普段使いでも燃費走行を意識すれば、かなりエコな数値を出すことができそうです。やっぱりスープラの燃費いいですね。ただ、動画的にはもっとぶっ飛んだ値を出したかったです。ヤリスとか30キロとか出るそうなので、化け物ですね。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。次の動画作成のモチベーションにつながります。他にも特にスープラ関連で検証してほしい企画などあれば、コメント欄にお願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。